やさすアテナイの皆さん、今回からは新シリーズということで、ニューノーマル編というお話をしたいと思います。で、ニューノーマルというのは、コロナショックが落ち着いた後の話ということですね。その時の言語教育のお話をしていきたいと思います。で、今日初回ということで、世間では、アフターコロナとか、ポストコロナとか、いろんな言い方をされてると思うんですけども、ポストコロナは来ないという、そういうお話をしていこうと思います。で、過去にウィズコロナっていうシリーズは出したんですけれども、それはコロナ禍の中でどうやってサバイバルするか、みたいなお話で、これも今私たち真っ只中にあります。じゃあ、このショックがお薬ができてワクチンができて落ち着いた後がどうなるかっていう話をちょっと今から考えておこうと思うんですね。はい。で、なぜそのポストコロナが来ないかと言いますと、私もね、そんな公衆免疫の専門家でもありませんし、感染症のこと詳しいわけでもないんですけれども、状況を見てるともうわかります。はい、この COVID-19 っていう新型コロナウイルスは、そんな急に消えて全部なくなるようなものじゃなさそうだと。例えるなら、ポリオだったりとか天然痘みたいに、全部なくなって WHO が根絶しましたっていう宣言を出すようなことはないと思うんですね。で、あと同じコロナウイルスで言うと、SARS とか MERS がありましたよね。あれは、菌自体が強すぎて、もう宿主ごともう、次に移る前に殺してしまったと。だから日本にも入ってこなかったんですよね。で、どうやらそんなに強いウイルスではなさそうだと。はい。潜伏期間が長くて、で、濃厚接触によって渡っていくと。で、一部の高齢者だったりとか、疾患がある人、あと何らかの要因を持つ人に対してはもう強力に作用するっていう、このとんでもなくへんてこなウイルスと私たちはこの後ずっと付き合っていくというか、長い付き合いをしていくことになると思うんですね。だから例えるなら今、季節性のインフルエンザがありますよね。あと、はしかもあります。あんな感じの並びで、そこに COVID-19 が入ると。だから今年は、香港何型が流行ってるらしいよとか、いう形で、じゃあ予防接種3種混合を受けましょうかみたいな、そういう枠組みの中で捉えられるようになると思うんですね。で、それで言うと言論人の中で、サピエンス全史を書かれた、はい、ハラリ氏っていらっしゃいますよね。あの人はもう人類の歴史の中で、もうパラダイムが何回かガラッと変わるような出来事があったと。で、今がそれだっていうふうにおっしゃってるんですけど、どう考えてもそうなるとは思えないんですよね。で、確かに変化の速度が早まるのはあると思います。実際にデジタルシフトであるとか、私たちのものの考え方とかいうところで、10年かかって変わるはずだったものが、この1年ぐらいで変わったっていうことはあると思うんですけども、ルールとか枠組み自体がもう全く別のものになるとは考えづらいと思うんですね。で、そんな中で、私は言語教育の専門家なので、ニューノーマルにおける、はい、まず、留学について考えたいと思います。留学がどういう形になるのか。あと、授業ですよね。1時間1時間の語学のレッスンがどう変わるかっていうことを考えたいと思います。あともう一つはですね、次のパンデミックにどう備えるか。今回受け身が取れなかった人も、次回受け身を取れるようにするにはどうしましょうというお話をこれからテーマを分けてお話していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録まだの方はしておいていただいて、で、高評価もしていただけるとありがたいです。で、それを順番に配信していきますので、ぜひ次回以降もお楽しみにしていただいて、ご覧いただければありがたいと思います。では、今日はこのぐらいで失礼しようと思います。アディオ